こんにちは。焼肉奉行霧島の稲垣です。今日は今回はですね、島腸と大腸を、掃除とカットの仕方、今回は渡辺くんにしていただく動画になります。今日もよろしくお願いします。これが小腸、これ2等分で、こっちに大腸、島腸と、盲腸、あと直腸っていうのも入ってます。これがそう、これがね、直腸っていうのは出るとこね。で基本的に僕はこれはお店でも使わない、もう違うものに僕は使ってます。そして盲腸っていうのが、これ今ちょっとつながってるけど、ここの部分、こうね、であと島腸とずっとつながっていくと。でこれはね、昨日時点で全部僕が掃除したやつやから、でこれを、水で洗って、でカットしてから電解水でもう一回洗い直すと。であともう一つは、このホルモンとかを洗う場合であると、真空も1層真空でするのと2層真空でするのと3層真空でしていくのやと、やっぱり2層が一番ベスト。であとお肉屋さんとかでする場合やったら、この洗ってる時にこの下に水がバーってこぼれても別に後で掃除するやつでいいけど、だからお店の場合でとかそういう場合でするやと、下に極力こぼしたくないやん、掃除もしたくないから、だからそういうのを考えていくと、そのやりやすい場所やったりそういうのを考えていかんと、切ってからすぐにそっちの洗う方に持っていけるようにして、極力汚さんようにしていった作りを、そういうのも考えていた。お店側の動線もそうやし、厨房の中の動線もそうやし、こういったお肉をする時の動線も決めていった方のが仕事がめちゃくちゃ早くなる。動線を後で直すっていうのはまずできないから、こんだけの仕事が極端な30分で終わるもんでも、その後がそういうのが面倒くさいと、結局この仕事をするのに1時間かかってしまって、これを洗ってなんやかんやするのがもう面倒くさいから、もうやりたくないわってなってしまうんちろ。これ2等分あるんだけど、昨日のうちで洗ってあるんやけど、その真空の中をこう溜めて、こういうの藁とかついとったりする場合があるから、その藁でもこう洗ってはあるけど、どうしても見過ごす点っていうのがあるもんで、切っていく時にまたそれを見ていかなあかんし、で今度洗った時にザルみたいなやつにこれを入れていくと、水で今濡れとるから、この隙間が全部塞がれてしまうんですよ。そうするとこれ水切りをしたくても水切りにならんのちょ、ここで溜まってしまうんですよ。だから僕は極力こういった穴の大きいやつとか、こう水がなるべくこう下に落ちていくやり方、こういうやつを僕は使う。なぜこういうやつが青いのを使うかっていうと、こういうの割れたりする時があるんですよ。でそれが白色やったりすると見にくい時、これで白やったら見にくいから、お肉を巻く袋でも何でも大体青が多いんですよ。そうするとこの中にこのプラスチックが入ってもすぐ目立つっていうので、大体基本肉屋さんの冷凍のお肉とかなんかは大体青の袋でした。基本的に言うと小腸っていうのは何を食べるかって言ったら、この油を食べるもんやから、だからこの油が少なかったら、この薄皮みたいなことね、この腸の部分、これを食べることだけになるから、本当に美味しいっていうのはこの油、だからこの周りについとる油とこの油っていうのはちょっと違うから、腸の中の油やから、だからこの油が美味しければ全て美味しいと。であとこれが油のない小腸も中には和牛の中でもあるんちゅうの。でそういうやつはこうやって水洗いした時に油が少ないやつやとペチャペチャペチャってひっつくもんで、水切りがまた悪いんちゅうの。でその水切りができてなくて、極端に言ったら明日しようってなった時に水切らなあかんから、蒸れて臭くなる余計に。だから小腸っていうのは油が多ければ多い方のは割に物がええと。それが個人的に言うたら食べる側の人はね、この油が多いと「なんや油多いやんけ」って怒る人もおるから、あまりにも油がこういうようなガバーッとむっちゃ多いやつは自分でちょっと削るやり方で、平均的な油の量にしていくようなやり方にした方がええと思う。
で次こっちがまあ島町で、こうやってしましまになっとるから、で島町も一緒であって、油が多いやつの方のが物がええ。せやけど海外産とか言うと油が多いのが多いけど、国産の和牛になってくると多いやつもあれば少ないやつもある。で場所によっては盲腸が近い場所とかになってくるとこうやって薄いやつも油が少ないやつ、であと島腸とかこっち大腸系は結構廃棄になる部分が多いんかな。使えるとこだけ入れてくれとるところも、この内臓組合さんっていうかその特畜場にもまた違うと思うんだけど、こういうやつはもう一切入ってないところもある。であとはそのまた県によって違うから、これは入ってるこれは入ってないっていうのもある。極力は入ってきたらすぐ洗って、ですぐ水切りしてしやんと臭いのが残ったりするから、これが汚れたとするやんか、でみんなするのがこうやってするやん大体。でこうやって油取って掘ったりやんか。でこれをずっとしていくことによってこういったホルモンを切った場合に上手に切りやんようになるんですよ。このまな板がガタガタへっこんどるもんで、このホルモンをもし切っていったりとか、いろんな鶏肉切ったりいろんなのしていくと全部つながってしまうんですよ。そうするとこのまな板がへっこんだことによって仕事が倍になったり、お客さんから僕らの場合やったら、肉屋さんでおる場合やったらその学校給食とかいろんなところに行ってる時に今回の鶏もも全部つながっとったよとか言われることがある。こういったもので上から下までこう一回こうやってしていった方が持ちはええと。でこれを見ていくとこういうとこ、これ油ってこうやんか。それで考えて切ってかんとこうやって。そんな大きいですか？でこれも結局は焼いたりするとこんなんなるから。ちっちゃなるから、このまま焼いたらこうやってギューって縮んでいくで。半分ぐらいになる。だからでもう一つはこの油の量がこれ少ないやんか。せいで割に長めで切っとけこうやって。でこれ今みたいにひっつくやん切れるやんか。でこれは切れとりゃええよこうやってな。切れてない場合があるからさ、気をつけてこういう油が多いとこは小さめにこうやって切っていくと。このホルモンっていうのはやっぱり日に日に悪くなってくるから、ある程度これ切ってその袋に真空パックにしてすぐに冷凍する。僕はで冷凍にした方のは美味しいって言いますよね。なんやそんな新鮮なもん冷凍にするのかっていう考え方じゃなくて、かっこよく言い方をすると、今流行りの凍眠冷凍という名前にするとなんかかっこよく見えるような聞こえるような味をそこで止めるっていうことやな。上ホルモンっていうのがさ難しくて、お客さんによってはこの油が多い方が上ホルモンっていう人もおるし、島腸の方のが上ホルモンっていう人もおるから、でどっちかというと島腸のが量少ないから上ホルモンで出す場合があるから、うちの場合は油多め少なめっていうので出してる。今の若い子らはこういうホルモンうちの食べやん子が多い。最初に食べたもので変わっちゃうかもしれないですね。せやけどそれがずっとどこの店行ってもそれがあるかってなったら、ないでさ。でそこのお店もそのタイミングにもよるやんか。それがまずいってなる場合もあるんで、だから内臓って難しいんでしょ。めんどくさいやろ。すぐ終わるかなと思ったけど、終わらんやろ。だから早押してからな、もう終わらんに。それで僕これしてる時うわーってしてるやろ。もう早押して早終わりたいもん。こっちが減ってかないですよね。でこの後うちはこれ電解水で洗って水切りしてからうちは真空パックで保存しております。でその際に余るところもある分はもう全て冷凍で真空パックにしてます。で小腸に関してはこう長いくって冷凍にした方のがええのかもしれないですけれども、うちはこういったカットをしてから、もうすぐに急速冷凍をして保存をしております。以上になります。では今日は小腸のカットのうちのやり方を見ていただきました。今日もありがとうございます。
株式会社稲垣では飲食店向けの卸販売と他では教えてくれない仕入れやお店作りのアドバイスをさせていただいております。 LINE 公式アカウントで登録していただくとサービスの内容がご覧いただけますので、この機会にぜひお友達追加の方をよろしくお願いします。この間子供が来て食べにな「大将 YouTuber なんて」俺言われてな嬉しかったで「おおそうやサインやろうか」って言うたもん「うんちょうだい」って言われたらちょっと嬉しかった